ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES Call Me from MTV Unplugged SixTONES こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあさあ、ストタンの皆様、本来だったら今回はですね、Call Me の歌声分析動画を公開する日ではなかったんですけれども、思わずですね、予定を変更して今回のCall Meこちらの歌声分析動画を撮影しようっていうふうにね思っちゃいました。楽しみにしてくれていた皆さん、大変申し訳ございません。僕は SixTONES の YouTube チャンネルをチャンネル登録してるんですけれども、新しい動画が公開されたら通知がやっぱり来るんですよね。皆さんもそうだと思うんですけど、で先日のストロベリーブレイクファスト、こちらが公開されたタイミングでですね、コメントでストタンの方から新しい動画が公開されたのでみたいなコメントをいただいたんですよね。でも違う曲をね告知してる以上スケジュールを守らなきゃっていうふうに思っていたんですけど、 SixTONES 公式 YouTube チャンネルでですね、また新しい SixTONES がパフォーマンスをしている動画が公開されて迷ったんですけれども、 Call Me をね選んじゃいました。ごめんなさい。ただ今回 Call Me をですね歌声分析したんですけれども、いや本当にすごかったですね。一人一人の歌声が素晴らしいのはもちろんそうなんですけれども、グループとしての歌の表現力、ここがね僕は今回一番すごいなっていうふうに思いました。全員で歌っている時の表現もそうなんですけど、一人一人感情のバトンをですねつないでいくような表現、こちらを使ってるポイントがありまして、もうこれがね本当に素晴らしかったです。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES Call Me from MTV Unplugged SixTONES 歌声分析 GO!ウェイ、あ、かっこいい。かっこいいですね。アコースティックアレンジなのかな、今回の Call Me は。アコースティックなんですけど、どことなく R&B な雰囲気を感じます、僕は。そこに対してジェシーさんの空気感が広がったウィスパーボイスを使った優しい歌声、そこに対して追っかけでですね、男らしい田中さんのラップ、この絡み最高ですね。もう一回聞いてみましょう。やばいね。でジェシーさんの声はですね、全体的に声を後ろに引いたような感じで歌っています。声っていうのは出す方向のイメージによって声質って変わるんですよ。後ろに引くイメージで歌うと声って柔らかくなります。逆にですね、前に飛ばすイメージで歌うと声質って強くなるんですよね。Call me girl みたいな、こんなイメージですよね。これ前に出すと Call me girl、ちょっと強い情熱的な雰囲気が出る声質に変化すると思うんですけど、で田中さんの声はですね、胸の空間、胸腔共鳴という肺の中の空間をうまく響かせたかっこいい男らしい声ですよね。いやー、出だしからやばいですね。もうね鳥肌がねすごいんです。今感動しちゃって。次いきますよ。あ、いいわすごいね。いやー、ジェシーさんのねフレーズの出だしのザラザラって音入っていたの皆さん気づきましたか？これねエッジボイスっていうテクニックで、ここにある仮声帯っていうところを動かして出してる音なんですよね。咳払いとかする時に動く器官なんですけど、この音ですね。この音がフレーズの最初に入ってくるとすごく切ない雰囲気が出てきますよね。で田中さんのねクールでかっこいいラップがまたねいいですよね。もう一回聞いてみましょう。
Yeah, only you っていうね、この3つの単語しか田中さんは歌っていないんですけど、この3つの単語の存在感が僕の中ではすごく大きいかなっていうふうに思います。次のフレーズに行くためのこう勢いがつくっていうかね。次行きましょう。今ジェシーさんが歌ったフレーズの最後の部分なんですけど、口の中の口腔共鳴、その口腔共鳴の中でも喉に近い位置をですね、こう広げた感じの声の出し方になってました。わちょらーみたいな、大げさにやるとこんな感じの声だったと思うんですけど、この体の使い方をすることで声の響きがですね、一気にこうグワッと広がるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。ラーってなってますよね。で、喉を広げて響いた声をですね、鼻に入れる。こんな感じの声の出し方をしていました。次いきますよ。いいね。うわ、かっこいい。で、最後はジェシーさんがイエーで余韻を残して田中さんのラップがこう浮き出て前に出たような、そんな感じの絡み方だったかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、このね入れ替わったような感じがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。わあ、ボーカルアレンジ最高ですね。次はどんな感じなのか行ってみましょう。わあ、かっこいい。松村さんの声、もう出だしの音をですね、こうクイッとこうしゃくって歌い始めてるんですよね。こういう目的の音に対してちょっと低めの音から入って目的の音をしゃくり上げるテクニックをしゃくりって言うんですけど、このテクニックを使ってるから歌い出しの勢いがすごいんですよ。で、全体的に音を切るテクニック、スタッカートを使ってるのでリズムの歯切れの良さも出ていますよね。で、田中さんのラップは全体的にこういう風な追っかけが入ってくるのかな。これはね、僕めちゃくちゃ嬉しいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。いいね。タラタタタラタラみたいな感じのリズムの歯切れの良さを感じれたと思うんですけど、これがスタッカートを使ってる時のノリです。スタッカートを使わないとタラララララララみたいな感じのリズムになっちゃうんですよね。全体的に一つ一つの音がこう流れて聞こえちゃうというか、こうゆったりしている曲で美しい歌声の松村さんだからこそ、こういうふうにリズムをしっかりと歌声に乗せてあげることによってかっこよさまで表現しているポイントですよね。次行ってみましょう。わ途中のなんかこうささやいた感じの歌い方がすごく色っぽかったですよね。なーなーみたいな。いやー、すごいですね。で、松村さんの声の出し方はですね、今回地声ですよね。で、地声なんですけど、声の音色をコントロールする鼻の中、鼻腔共鳴ですね。こちらの響きを多く使ってます。どのようなイメージで声を出してるかっていうと、声の大部分を鼻に入れて歌ってる、そんな感じの発声法かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。このね、クレイジー、ここの語尾をですね、スパッと切ってるんですよね。クレイジーじゃなくて、クレイジー、こんな感じ。これがね、囁いてるような感じで、僕はね、大好きなポイントですね。次いきますよ。なるほどね。ジェシーさんの高いところは、先ほど言った喉の奥を広げる感じにしてるのか、今回は。で、その前までは松村さんと一緒で鼻に声を入れた歌い方にしてるんですよね。鼻に多めに声を入れることによって柔らかい雰囲気も表現できるので、多分それを狙ってんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。
柔らかいタッチですよね。素晴らしい。次いきますよ。わ、すごいね。柔らかいタッチで先ほど歌っていたのに対して、今聞いたところはですね、力強い声に変化していたじゃないですか。これどういうことかというと、まず声を出す方向が前方向に変わってます。そして柔らかい声の部分が鼻中心の歌い方だったのに対して、今の部分はですね、胸腔共鳴、口腔共鳴、鼻腔共鳴、この3つをですね、バランスよく使った歌声なんですよね。前半の柔らかいところで弾いて、今のところでガンと前に押し出すような、そんな感じの表現力、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。次いきますよ。うわ、ここはメインメロディーが京本さんで、コーチさんがコーラスというかオクターブ下から後半がハモリになってるのかな。やっぱりね、声が重なることによって歌声のね、魅力がこう増幅していくのが SixTONES の素晴らしいところですよね。で、京本さんの声の出し方なんですけど、地声と裏声の切り替わりがすごく滑らかじゃないですか。これはですね、地声を出す方向のイメージと裏声を出す方向のイメージ、ここがですね、同じ方向に向かって声を出してるんですよね。この声を出す方向がですね、地声は例えばこう、裏声がこうみたいにずれてしまうと、地声と裏声の境目ってはっきり分かっちゃうんですけど、同じ方向にキープすることによって切り替わりがすごく滑らかになります。そのテクニックが超一流ですよね。で、声を全体的に鼻に入れることによって声の色気が半端ないですね。もう一回聞いてみましょう。美しいポイントですよね。で、コーチさんの歌声も低音部分でしっかりとね、京本さんの歌声を支えていて素晴らしいです。歌だったり音楽って低音部分がしっかりとこう安定していることによって高音部分がきらびやかに聞こえるっていう一面も持ってますので、ここはね、京本さんとコーチさん2人で作り出した素晴らしい世界観がね、広がってるポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。一瞬コーチさんが歌ってないじゃないですか。その瞬間に京本さんの歌声の個性がですね、ガンって出るんですけど、そこに対してまたね、コーチさんがハモリで入ることによって、こうガッてね、声が広がったような雰囲気がたまらないポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ちょっとね、テンション上がって、早口になって言葉聞き取れなくなったらごめんなさい。ほら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 、このね、ハモリがね、たまらないですよね。本当にすごいボーカルアレンジですね。次いきますよ。わ田中さんの甘い歌声ですね。ラララみたいな感じの声の作り方。どういう風に声出してるかっていうと、男らしさだったり声の安定感を作り出す胸腔共鳴と色っぽさを出す鼻腔共鳴、この2つをですね同時に使ってるような歌声かなっていうふうに思います。で、全体的にですね田中さんもスタッカートを使って歌うことによってフレーズの歯切れの良さを表現してるかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、うまいね。リズムの強弱をですねしっかりと捉えて歌ってるので、こういい意味で流れて聞こえてる部分と急にこうグッと止まったようなブレーキ感が存在していて、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。わあ、ここで森本さんの情熱的な歌声なんですね。わあ、最高だこれは。個人的に森本さんの声で一番好きなところはラララみたいな感じでフレーズを歌う前に一瞬裏声を入れるんですよ。
ここがですね、ものすごく情熱的でセクシーですよね。で、森本さんはですね、今回、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つをメインで使ってるかな。で、少しだけ胸腔共鳴みたいなね、そんなバランスかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で最後にね、カモンって言ってるのもね、めちゃくちゃかっこいいですよね。カモンって言ったのは田中さんかな。いやー、サビ前でこのかっこよさ、サビどんな風になるんだろう。楽しみですね。聞いていきましょう。わいや、最高だ、これは。もう完璧 R&B ですよね。アコースティックアレンジの R&B みたいな。そんな感じですよね。わあ、もうすごすぎる、これは。ストーンズの全体で歌ってるところの素晴らしさ。これね、毎回言ってると思うんですけど、まず声の混ざり具合がすごいですよね。もう本当にリズムも全員揃ってるし、歌い方の癖、こういった部分も全員で歌うところは表にこう出さないような感じで歌ってんじゃないかな。それと、この透き通るような透明感。これがね、素晴らしいんですよ。6人で歌うと、ここまで美しい透明感を表現するのってすごく難しいと思うんですけど、ストーンズはね、それをね、表現してるんですよね。その大きな部分としては、オクターブって言われるメインメロディーに対して1オクターブ下の音。1オクターブっていうのはドレミファソラシドの上のドと下のドのこの音関係を1オクターブって言います。なのでメインのメロディーに対して低い音で同じメロディーをこういう風に歌ってるみたいな表現方法をですね、ストーンズはよくやるんですけど、ここが美しい雰囲気のする歌声の大きい部分かなっていう風に僕は思ってるんですけど、でもね、それだけだと説明できない歌声ですよね。素晴らしすぎます。もう一回聞いてみましょう。すごい。本当にすごい。で、さっきね、もう一個言い忘れました。全員で歌った時の歌声のパワー感の上がり幅がですね、やばいですよね。もう生で見ているわけじゃないのに、すごく圧倒されるような雰囲気がですね、声から伝わってくるんですよ。これがすごいですよね。次いきますよ。うわ、うわ、かっこよ。超かっこいいですね。これ上ハモリは京本さんかな。もしね、間違っていたらストタンの皆さんまたコメントでフォロー解説の方をお願いできたらなっていうふうに思うんですけれども、いや、ここのハーモニーめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で、ここでですね、ジェシーさんの歌い方の癖をですね、一つ発見しました。やっぱりこう感情を強く乗せたい時に、先ほど言ったこう喉の奥を広げるような声の出し方、これをよく使いますね。テストタンのね、皆さんだったらね、もう知ってる情報かもしれないんですけど、僕この声好きだな。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。はーみたいな。こういう声の出し方。わ、これいいね。で、今のフレーズの前半のハモリの雰囲気なんですけど、これごめんなさい。すごくね、細かい話なんですけど、J-POP とかではあまり使わないようなハモり方をしていて、じゃあどんなジャンルに使うのかっていうと、カントリーとかね、カントリーっていうジャンルがあるんですけど、そこで使われるような、どことなくこう懐かしいような雰囲気のするハモり方をしてるんですよね。ここがね、僕ね、すごくね、感動しました。次いきますよ。いいね。裏声のところもね、全員で歌ってるからパワー感があるにもかかわらず柔らかい雰囲気なんですよ。いや、これいいね。で、後半のこのサビの部分は誰か一人がハモリに回ってんのかな。もう一回聞いてみましょう。ほら。あ、裏声かと思ったら、裏声で歌ってる人とミックスボイスで歌ってる人がいるんですね、ここは。だから、裏声の雰囲気もするし、パワー感のある雰囲気もするっていうフレージングになってるんですね。いや、本当に細かいところまで作り込んでますよね。最高か、ストーンズ。次いきますよ。
うわ綺麗な裏声でしたね、松村さん。この声はですね、裏声なんですけど、口の中の口腔共鳴をメインで使っている裏声ですよね。裏声の多くは鼻に入れる方が出しやすかったりするんですけど、松村さんの裏声の特徴としては口からですね、出すようなイメージの声質かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。やっぱ好きだな、松村さんの声。美しすぎません？でも激しい曲ではあんなシャウトボイスとか使ったりするんですよ。やばいですよね。次いきますよ。うわー、いいね。コーチさんの歌声、あえて一歩引いたような感じの声質をチョイスして歌ってるかなっていうふうに思います。この声の距離感をコントロールして歌えるっていうのがね、僕はね、すごいところだっていうふうに思って、で、今コーチさんはですね、胸の響き、胸腔共鳴をメインにして歌っているんですよ。で、そこに口腔共鳴だったり鼻腔共鳴だったりの響きが足されることによって声ってどんどん前に行くんですよね。聞こえやすくなるというか。でも今の声ってあえて口とか鼻の響きを少なめにして後ろに引いたようなイメージで声を出してるんですよね。そういう声の出し方をすることによって一歩後ろにいるみたいなこの声の距離感を表現してるんですよ。素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ラララララみたいな。これを口と鼻を使って前に飛ぶような声で歌うとラララララこういう感じになります。でももう一回コーチさんの声の出し方をやるとラララララみたいな声の距離感が今変わったの分かりましたか？いやーすごいですよね。でもっと激しい声でコーチさん歌うときはしっかりとね声を前にみたいな歌い方もできますし、これはね素晴らしいですよ。次いきますよ。田中さんがリズムをガツガツと刻んだラップを歌った後に伸びのある京本さんのフレーズ、この流れやばいですね。でコーチさんから田中さんそして京本さんっていう流れだったんですけど、コーチさんで一歩後ろにいる感じで田中さんでちょっと前に出て京本さんでもっと前に出るみたいな、こういった歌声の距離感をですね3人で表現してるポイントかなっていうふうにも思います。そう考えたらねすげえなって思いました。今もう一回聞いてみましょう。ほらほら、そんな感じしませんか？今あえてコーチさんのパートの最後から流したんですけど、どんどん前に出ているようなそんな感じの歌声アレンジかなっていうふうに思うんですけど、ほんと細かい部分なんですけど、こういう表現をしてるっていうところにね僕はね感動してますよ。次いきますよ。なるほどね。ここのポイントはですね、先ほどと変わって鼻に多めに今度声を入れてるんですよね。プラス息の音が混ざったウィスパーボイスを使って、これも同じく一歩後ろに引いた声の作り方をしています。いや、何パターンも歌声の引き出しを持ってるんですね、コーチさん。やば。もう一回聞いてみましょう。でここのポイントは鼻に入れたことによって声質自体が先ほどよりも明るくて優しい雰囲気も出ていますよね。うわーやばいね、素晴らしすぎる。次いきますよ。ここの歌い回しがね超かっこよかったですね。で今は低音部分を田中さんがしっかり支えて、上で森本さんが情熱的に歌うたまらないポイント、もう一回聞いてみましょう。で
で、森本さんも今前半は声量を小さくして、後半になったら声量を上げるっていう音楽用語でダイナミクスっていうテクニックを使ってました。音量が徐々にこう上がっていくことによって強い気持ちを乗せた歌声になってくるんですよ。もう全員感情大爆発ですね、今回の Call Me。次いきますよ。おい、ここはワンフレーズずつ歌いつないでいくポイントかな。もう一回聞いてみましょう。いいね。いや、次はどういう展開なんだろう。いきますよ。いいね。コーチさん、松村さん、コーチさん、松村さんみたいな流れなんですね。で、ここ2人とも声の出し方で共通している部分があって、音域的に低めの音域なのもあるんですけど、胸の胸腔共鳴、こちらをメインで使った声質をチョイスして歌ってるかなっていうふうに思います。すごくね、雰囲気があって、男らしい声がかっこいいポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。ララララララ。コーチさんのポイントがこんな感じの声の出し方。で、松村さんがラララララララ。こんな感じかな。今の2つのフレーズは胸の響きを強めに使った声なんですけど、違いがあるとすると、松村さんの声の方が鼻の響きの割合が多いかなっていう、そういうふうに思います。次いきますよ。あ、いいね。こっから声が重なるんですね。このまだ聞いてないところから。で、今、コーチさんと松村さんが歌ったメロディーのリズムなんですけど、3連符って言われる、こう、1、2、3、4っていうカウントに対して、タタ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 、こういうリズムがあるんですよ。で、この3連符のですね、リズムが入ってくると、全体的に弾んだような雰囲気が出たり、リズムの雰囲気がいい意味でね、こう、ためが効いてくるというか、そこがね、またかっこいいんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、タカタタカタタカタみたいな。タカタタカタタカタ。3連でしたよね。ラップでは比較的多く使われるリズムでですね、リズムの雰囲気だったり楽曲の雰囲気を変えたい時に使われるイメージが僕にはあります。次いきますよ。わいや、最初の「おー」だけハモるんですね。これも難しいですよね。一つの音だけをハモるっていうことは、絶対に音を外してはいけないっていうプレッシャーも存在するんですよ。フレーズになれば、最初の音をちょっと外した程度だったら、その後修正すれば問題ないんですけど、一つの音ってことは、メインボーカルもコーラスも絶対に音外せないじゃないですか。メインが合っていてもハモリの音がずれていたら変に聞こえるし、ハモリの音が合っていてもメインの音がずれていたらまたね、これも変に聞こえてしまうし、いや、ここはね、難易度高いポイントですよ。もう一回聞いてみましょう。いやー、かっこいいね。今回もっていうか、SixTONES の歌声分析をするときに、僕はね、最低でも10回ぐらいはね、かっこいいって言ってると思う。なので、これからも多分ね、SixTONES の歌声分析をするときはですね、何回もかっこいいって言うと思うんで、ソタンの皆様よろしくお願いしますね。次いきますよ。このパワー感やばいね。で、バックのテンポもですね、ハーフテンポって言って、今までのテンポの半分のテンポになってるんですよ。今までがタン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 、このテンポだったのに対してタンタン、こうなってるんですよね。今までよりもゆったり聴けるポイントというか、そこに対して気持ちをですね 120% 乗せている森本さんの声がね、最高に素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。
で、森本さんの声も情熱的で気持ちがめちゃくちゃこもってるんですけど、ハモっている京本さんの声もですね、気持ちがめちゃくちゃ入ってるんですよね。だからこそ、あのパワー感のあるハーモニーが存在するんですよ。で、その裏で入ってる田中さんのラップかな、めっちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。なんかこうね、言葉ではうまく表現できないんですけど、京本さんと森本さんの歌った声の余韻をうまく田中さんがすくって綺麗に整えているようなラップがですね、僕は最高に好きですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。なんかそんな感じがしませんか？すごく気持ちが伝わってくる森本さんと京本さんの歌声の後に田中さんがこうね、綺麗にこう楽曲を整えているみたいな、そんな雰囲気がしてね、僕はね、すごく感動しています。次いきますよ。うわ、いいね。今多分、うわーわーわーみたいな感じに聞こえてると思うんですけど、うわーわーわーこう歌ってるんですよ、京本さん。途中でね、めちゃくちゃハイクオリティなフェイクが入ってるんですよね。これはね、ビブラートをしながら音を動かすテクニックで、R&B 歌手とかがよく間奏とかで歌う細かいフェイクにつながるテクニックなんですけど、これね、やばいですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら。あ、2回目はしなかったかな。最初の、ウォー、ここだけかな。一瞬入っていたフェイクがですね、最高にかっこいいですね。次いきますよ。うわ、長いね、ロングトーンが。声を長く伸ばせるっていうことは、歌のベーシックな基礎力がですね、ものすごくレベルが高い証拠なんですよね。で、歌の基礎って何かっていうと、まず第一に呼吸なんですよ。腹式呼吸っていう呼吸を使って、しっかりと息を吸ってしっかりと吐けるか。まずここが第一の基礎的なポイントになります。で、二つ目がですね、体の使い方。どこに力を入れて、どこの力を抜いて声を出すか。これらがですね、歌の土台的な部分、基礎力ですよね。それなんですけど、京本さんはですね、ここが素晴らしいんですよ。で、歌声がすごいので、テクニックがものすごい。ここが目立ってるとは思うんですけど、それを支える基礎力がですね、半端ないんですよね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。で、音もブレずにまっすぐ安定して伸ばしてますよね。これはしっかりと腹筋とですね、背筋を使ってこうね、ぐっとこう体の中心に向かって力を入れるようなお腹周りの使い方ができていないと、この安定感って生まれないんですけど、さすがですよね。完璧です。次いきますよ。いやー、サビのメロディーやっぱかっこいいな。メロディーラインも美しいし、全員で歌うことによっての歌声のね、音圧も半端ないし、最高ですよね。もう一回聞いてみましょう。サビの出だしからね、こんな雰囲気が出てきたらね、もう一瞬で感動しちゃいますよね。次いきますよ。いいね。かっこいいね。で、森本さんの僕の好きなところはですね、地声の時の声量と裏声の時の声量の音量の幅なんですよね。これね、ダイナミックスって言うんですけど、音量差のことを。地声の時はすごく情熱的に気持ちを込めて、裏声の時にはもうふっとこう力を抜いたようなリラックスした雰囲気を表現してるのが森本さんの歌声なんですよね。僕はね、そこがね、大好きですね。もう一回聞いてみましょう。かっ
こいいね。素晴らしすぎます。次いきますよ。やっぱりね、二回し目はハーモニーが入ってますよね。前半がオクターブで、後半がハモってるっていう感じですね。やっぱりね、ストーンズって同じメロディーでも、1回目と2回目で違う歌アレンジをしてくるんですよね。ここがね、僕ね、すごく好きです。もう一回聴いてみましょう。ハモリパートがうっすらなので、ちょっと分かりにくいのかもしれないですけど、本当にね、小さい音量で上ハモリが入ってるんですよね。このさりげなく入ってるハモリがあるからこそ、二回し目のこの美しい雰囲気を表現してるのかなっていうふうに思います。次いきますよ。京本さんのソロでしたね。前半が裏声で後半地声だったと思うんですけど、京本さんのすごいところはですね、森本さんとは対照的で、裏声でも地声でも音量差がないっていうところなんですよ。音量差がないことによって、裏声のところはですね、地声っぽく聞こえるんですよね。正確には裏声ではなくて、裏声がメインのミックスボイスを使っているから、地声と裏声の声量差がこう綺麗に整っているわけですけれども、もう一回聞いてみましょう。いや、このね、裏声と地声の音量差を整えるってすごく難しいんですよね。どうしてもミックスボイスとはいえ、裏声の成分が多い声っていうのは声量的にはね、小さくなりやすいので、本当に体の力が抜けていないと、ここまでの声量を裏声で出すって難しいんですよ。で、声って体に力を入れれば入れるほど大きい声になるっていうふうに思ってる方多いんですけど、歌では逆で、体の力が抜ければ抜けるほど大きい声が出ます。なぜかっていうと、筋肉が硬直してないからなんですよ。音量の原理としては、音の振動の増幅なんですよね。なので、硬いものと柔らかいもの、どっちが振動が伝わりやすいかって言ったら、柔らかい方がボワンと響くじゃないですか。例えば、飲み物が入っている空き缶と空っぽの空き缶、ここをデコピンでパーンって叩いた時に音が響くのはどっちかって言ったら空き缶の方だと思うんですよね。これが声の原理でいうところの、体に力が入っている状態が飲み物がフルで入っている缶ジュース。体の力が抜けている状態が空き缶の状態です。っていう風にイメージすると、音量どっちが大きい音が出るかってなったら空き缶だってイメージつきやすいですよね。なので話は戻るんですけど、京本さんの裏声を出している時は本当に体の力が抜けているから声量がですね、あそこまで出るんですよね。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。松村さんのね、感情を乗せてる声も好きなんですけど、今のパートみたいにあえて無表情な感じの歌声もね、僕はね大好きですね。前も言ったんですけど、美学を感じる歌声というかね、美しい歌声だからこそ必要以上の感情を乗せないっていうね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 かっこいいね。次いきますよ。いいねいいねいいね。わあ、やっぱね、後半っていうかこの、ね、曲のラスト付近でもストーンズは歌声で見せてくれますよね。もうずっとね、感動できるっていうか、今の田中さんのラップがおそらくなんですけど、松村さんの感情表現のバトンを受け取って歌ったようなラップだったと思うんですよね。必要以上に感情を乗せない。でもラップだからしっかりとリズムを刻んだようなかっこいい歌声。で、その後のジェシーさんがこう気持ちを込めたようなね、歌い方につないでいくっていう素晴らしい流れ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、かっこいいですよね。次いきますよ。
あ、いい。ジェシーさんのハモリ。これもまたおしゃれなハモリのフレーズです。メインメロディーがある程度こうね、一定のフレーズだったのに対して、ジェシーさんのハモリがですね、上ハモリなんですけど、こう、音がこう下がっていくみたいな、そんな感じのハモり方だったんですよ、今。で、一般的なハモリとしては、メインメロディーに対してハモリってこう同じ動きをするんですよね。これが一番多く使われているハモリなんですけど、そこに対してジェシーさんのハモリはですね、メインメロディーの動きとね、違う動き方をしてたんです。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。ラララララみたいな。こんな感じのハモリをジェシーさん歌ってたんですけど、ここ超おしゃれですね。次いきますよ。今前半がコーチさんと田中さんでオクターブで歌っていて、そこから京本さんに歌いつないでいくっていうね、流れ。こう2人で歌ってるパートがわっとこう広がってる状態から京本さん一人にこうシュッとこうね、歌の雰囲気がこう集約されるみたいな雰囲気がね、めちゃくちゃ素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。こういったのがこうキュッとねなったような雰囲気ありますよね。超かっこいい。次いきますよ。うわー、深い声ですね。喉の奥がねよく開いている声で、喉の奥が開くことによって体の振動、要は響きですよね、響きも増幅しやすくなるんですよね。で、力を入れて歌ってるように見えるかもしれないんですけど、喉の奥を広げたり口の大きさを広く取ったりして声の響きの増幅、こちらを作るためにですね、表情だったり声質だったりを京本さんって作ってるんですよね。だから歌も超一流なんですけど、歌の知識も超一流なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、口がねものすごく大きく開いてますよね。口を大きく開けることによってメガホンの出口みたいな役割をしてくれるんですよ。口を大きく開けただけで声量って大きくなりますし、出口が広ければ広いほど声の輪郭だったり言葉とかもはっきり聞こえてきたりするので、とてもいいことなんですよね。そうやって体をしっかり使って歌ってる京本さん、素晴らしすぎますね。次いきますよ。えい、ララララって来ると思ったら違うアレンジなんですね。こういうのがあるからね、ストーンズの曲ね、最後楽しみですよね。もう一回聞いてみましょこののこの森本さんの優しい歌声もね、たまらないですよね。ものすごく息の量の多いウィスパーボイスを使っている歌声です。ほんと耳元で囁いているような雰囲気がですね、心地いいですよね。次いきますよ。すごく情熱的な歌い方ですよね。ななななみたいな。このね、裏声にくるっとひっくり返した歌い方がね、すごくセクシーなんですよね。いやー、京本さんたっぷりポイントですね。もう一回聞いてみましょう。いいですよね。すごくこうなんか泣きそうな雰囲気が声から漂ってるかなっていうふうに僕は思うんですけど、皆さんはどう思いますか？すごくね、こう感情を込めてる京本さんの歌声たまらないですよね。次いきますよ。いやー、最後は低い音でジェシーさん。これね、まさかでした。僕の中ではすごく意外なフレーズというか、その直前まで京本さんがですね、高い音域でこうね、情熱的に歌ってたわけじゃないですか。そこから一気にトーンダウンするというかね、その雰囲気がね、逆に僕はかっこいいなっていうふうに思いました。
一気にこうねスッとこう終わっていくような雰囲気が儚いというかね。もう一回聞いてみましょう。ほら、うわーおしゃれだな、終わり方がね。最後のこの吐息、Come and go って言ってんのかな。いやーすごくね大人っぽい雰囲気ですよね。最後の終わった時のこうタララランみたいな雰囲気もねすごくジャズ感を感じて僕は大好きですね。いやーたまらないですね。あと少し残ってるので見ていきますね。わーここで終わりか。いやーすごいですね。生で見たら絶対感動して泣いちゃうんだろうなっていうふうに思います。以上 SixTONES Call Me 歌声分析はここで終了です。いやー最高でしたね。ライブバージョンっていうのもあると思うんですけど、もうね気持ちの込め方が半端ないですよね。そして一人一人の歌声のテクニックもすごいんですけど、今回は個人の表現力とグループとしての表現力、この辺がねものすごく際立っていたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。先ほども言ったんですけど、絶対これね生で見たらもう一曲通して号泣してしまうんじゃないかっていう風に思ってしまうぐらい僕はね感動したし鳥肌が立ちました。いや予定を変更してこちらの楽曲のですね歌声分析動画を先に撮影して公開できてね、僕はすごく嬉しく思います。楽しみにしてくれていた皆さんにはね大変申し訳ないんですけれども、順を追ってね公開しますんで少々お待ちいただければなというふうに思います。次回 SixTONES の動画はですね、これもまた予定を変更いたしまして、先日公開されたストロベリーブレイクファスト from MTV アンプラグド、こちらの歌声分析動画をですね先に公開したいと思います。今回の Call Me と同じように R&B だったりジャズアレンジだったりするのかな。僕はねいずれにしろ初見での歌声分析動画になりますので、非常にね今から楽しみにしております。ぜひまた次回も見に来ていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。